るんです、朝からすごいですね。朝はああいうなんか食事が取れるみたいで、ちょっと心配なんです。この店はですね、マレーシアで有名なホワイトコーヒーの発祥の地と言われている、1号店と言われているお店です。私はコーヒーを飲むんだけど、コーヒーってエッグタルト食べたいんですけど、一応食べてる人いたんでありそうです。結構時間かかりましたが、やっとゲットできました。ホワイトコーヒーですね。アイスとエッグタルトです。エッグタルトね、ちょっと通常より少しだけ大きめな感じで、焼きたてです、今ね。で、1個って言ったら半分に切るってね、お兄さん切ってくれました。いただきたいと思います。はい、今プリンも来ました。プリンとエッグタルトとコピーがちょっとこれね、手違いで2杯になっちゃいましたが、食べて飲んでみたいと思います。テレビでライブいただきます。美味しい。美味しい。甘いけど美味しい。甘いけどコーヒーも苦味があるからめちゃくちゃ濃いね。美味しいです。エッグタルトいただきます。エッグタルト結構どこでも売ってるんだけど、日本名物らしくて、でなぜかっていうと、日本はやっぱ鶏がね、有名なのね。なので、鶏が有名だから卵も有名っていうことらしくて、なるほどなと思ったんですけど、たくさん焼いてました。お、ずっしり重い。プリンみたい。ほら、こんなに入ってるのはあんまないかも。すごいいっぱい焼いてます。いただきます。うん、美味しい。今焼きたてだから特にパイもサクサクしてるし、中のプリン生地はあんまり甘くなくてすごい卵してます。一番人が減った。卵の味が濃くて、そうだね、プリンって言えばプリンだけど、でもね、こっちがそんなに甘くないから、これとね、すごい相性がいいなと思いました。すごい分厚く入ってるんですね。もうね、次から次へと、食べる人も、なんかこう、お持ち帰りでもいっぱいね、持ってく感じでしたね。そうだよね、こんだけ並んだら持ち帰りたいよね。マレーシアに来て1回食べたことあるんですけど、やっぱりね、全然違う、美味しい。とにかく厚みがあることで、トロッと感がね、すごくあるのと、やっぱね、焼きたてあったかいうちに食べるのが美味しいね、これ。持ち帰って、あったかいのを箱に入れちゃうと、手でもちょっと湿気ちゃったりするので、その場でパクって食べちゃった方がね、絶対美味しい。なんかお持ち帰り料理その場で食べるのおすすめです。マレーシアのね、豆知識なんですけど、アイスのね、ドリンクっていっぱいありますけれども、紅茶とかコーヒーって必ず熱々のやつを冷やしてくれるんですよね。そして、この氷がね、結構ほら、東南アジアの旅行で、氷でね、ちょっとお腹痛くなっちゃったとかって聞くんですけど、このマレーシアの氷でこう中に穴が開いてるのっていうのは、氷屋さんから買ってる氷らしいんですよ。だからね、結構安全らしいですよ。一回もそれでお腹痛くなったことはないですね。結構安心してください、マレーシアは。氷入りのドリンク大丈夫です。じゃあ、プリンいきます。思ったよりは大きくない。大きいって聞いてたんだけど、直径どれくらいだろう。10センチはないぐらいですかね。見
た目はね、すごい日本のプリンに似ている。どうだろう。美味しい。美味しい。これは美味しい。でも、とっても日本の手作りプリンに似ています。それで、キャラメルがね、結構甘め。こっちはこのエッグタルトより甘いですね。でもすごい滑らかで、ほら全然酢も入ってなくて、美味しい。コクもある。なんかね、若干こっちに来て、エッグタルトもそうなんだけど、コクがないなって感じたんだけど、これはすごいコクがあってね、なんで美味しいのかな。違うね。美味しいわ、これ。これね、食べた方がいい。何か所かで売ってるみたいなんですけど、こういうコピーが飲めるお店とかね、で置いてるみたいなんですけど、プリンとお店で焼きたてのエッグタルトをおすすめします。おやつでも、私たちは今朝食できてますけど、ね、で朝から麺料理がね、いくつかやっていて、でうちのマレーシアの特徴としてお店の中にちっちゃい屋台があるみたいな感じで、各屋台で同じ麺の種類の例えば汁麺のちょっと具が違うものとかね、そういうのを扱っていて、あちこちから買ってテーブルで食べるみたいなものなんですけど、そのお店が出てて結構ね、食事してる人多いんですよ、朝から。なのでちょっとこういうデザート系が食べれるか不安だったんですけど、全然朝から焼きたてのエッグタルトもプリンもありました。はい。皆さんおはようございます。TK です。すごい美味しい。結構甘いんですけど、結構甘いのはコーヒーよりブラック派だったんで、これすごい決めやすくて、一口目は結構甘かった。よく混ぜたら、ね、朝がコクがね、すごいクリーミーなホワイトコーヒーっていうのがあって、なんでしょう、ミルク、コンデンスミルクですね。コンデンスミルクが入ってるコーヒーということで、甘いもの好きの方にもはいね、ブラック派の僕でも結構思います。こちらエッグタルトもいただきましたが、こちらも高いのは初めてですけど、出来たてということで、サクサクふわふわの生地ですごい美味しいです。なかなか朝からこういうデザート的なのはあんまり僕は食べてないんですけど、今日はかなり久しぶりに朝から甘いもののこのホワイトコーヒー発祥の地ということで食べましたが、本当に美味しくいただいてます。店のこの活気がすごいですね。朝から行列がですね、外にずらっと出ます。なかなかこう日本ではあまり見られないような光景かなと思います。
をちょっとお借りしましたが、めっちゃ綺麗でしたので、ぜひここで休憩していただくといいと思います。はい、こちらは一方のモスクでしょうかね。右手の奥が駅です。はい。我々は今、自転車でですね、南高コーヒー、ホワイトコーヒー発祥の地から自転車で今からイポ駅に向かってます。こちら一方駅の駅舎ですね。到着しました。これが一方の旧市街にあるウォールアートです。こういうのがあちこちにあるみたいなんですよね。ちょっと歩いて見に行ってみましょう。マップが今どこかね。これかな、5番かな。ちょっと行ってみましょう。これは何でしょう。これウォールアートで、なんだろうね。これはポメロってね、一方名物の分担のような大きな柑橘なんですけど、本当はね、グリーンですね。これ、強調して多分青で描いてあります。これね、ドリアンに似てるけど、ちっちゃいから違うかもしれない。なんとかする。それこっちじゃない？わかんない。ランブータンはわかんない。パパイヤもわかんない。この辺もちょっとわかんないですね。でこのウォールアートが有名なとこなんですけど、ほんと小道にどこにあるかわかんない。これ覗いてみてあるっていう感じなので、ざっくりこの辺りっていう地図があるんですけど、ちょっとね、フォトスポットで。いろいろね、探しながらいくつか見つけましたね。
では、いただきまーす。あ、美味しい。まずね、結構ね、こう、ひき肉っぽい感じの濃い色ですね。ここはね、朝の7時半ぐらいから、もう11時半で閉まっちゃうんですよ。ちょっとね、覚えたのが、ドライ麺はスープをちょっと入れてね、和えますね。今11時なんで、急いできました。ラーメンが、こういうね、平打ち麺なんですね。こんな麺です。いただきます。あ、美味しい。このね、イワシみたいなのが、フィッシュボール、珍しい。おいしい。あ、no, okay. 今、辛みかけたら美味しい。フィッシュボールが美味しい。麺はね、非常にさっぱりしてますね。そんなにね、味も濃くなくて、フィッシュボールと一緒でちょうどいい感じ。麺は細麺平ら麺。豚ひき肉の感じかな。で、フィッシュボールはね、このイワシのつみれみたいなのが3種類入ってて、真っ白なのもあります。この汁をちょっと入れてほぐすといいよ。白いのはちょっとね、はんぺんっぽい、もうちょっと歯ごたえある。